自分のゲイの目覚めについて動画で話したことがなかったんで、今更ですけど話しますね。簡単に言うと、ゲイの目覚めは高校生の時、学年主任の山口先生っていう50歳くらいの、クラスの副担任も兼任してた先生だったんですけど、その先生で完全にゲイに目覚めたんですね。その山口先生とのいけない恋愛話は、この動画の後の方で詳しくお話しするんですが、自分のゲイ人生はちょっと振り返ると特殊で、よく私は生まれた時からオカマだったとか、生まれた時から男が好きだったっていうゲイの人っているじゃないですか。自分はね、全くそれはなかったんですよ。今こんなゲイの YouTube なんかやってるんで信じられないと思いますけど、どちらかというと男好きとは真逆で、小学校2年の時に母親が学校に呼び出されて、お前の子供は女たらしすぎるって言われたくらい女の子が好きだったんで、話せば長いんですけど、小学校1年の時にみやちゃんって女の子、クラスで一番美人だった子がいて、めっちゃませてたんですよ、その子が。で、そのみやちゃんに放課後付き合ってくださいって言われて、でいいよって自分は言って、でそのみやちゃんにチューしたんですよしかもまだ他の女子のクラスメートがちらほら廊下とかにもいたのに、そしたらりょうくんみやちゃんとチューしてるよって騒ぎになって、なんか他の女子とかが教室にわーって集まってきて、今みやちゃんとキスしてたよね、もう一回してよって言われて、で自分はその周りのヤジを聞いて、いいよって言ってまたみやちゃんにこうってチューしたんですよそしたらみやちゃんがチューしながら嫌がって、みんなに言われてチューするりょうくん嫌いって振られたんですよだから初めて女の子と付き合ったのは30秒くらいの期間でしたね。告白されていいよって言ったのに30秒後に振られてるっていうね。でその後に磯川さんって女の子が同じ班だったんですけど、りょうくんこないだみやちゃんとチューしてたよねって放課後一緒に掃除してる時に言われて、私あれすごく嫌だったって言ってきて、でその時はって思ったんだけど、それからすぐバレンタインが来て、その磯川さんにチョコを渡されて、そのメッセージカードに好きって書かれてたんですよでその次の日から磯川さんと仲良くなって、バレンタインのメッセージ見たよみたいな感じになって、でなぜか磯川さんに肩車してほしいって言われたから、放課後掃除の時にこう磯川さんをここに乗せて肩車してたら、それを担任の女の先生に見られて、あなたたち仲良しねって言われて、そしたらその磯川さんこう肩車してるのを担任の先生とは別にみやちゃんにも見られちゃってて、でそのみやちゃんがうちらがこうイチャイチャしてんのを見て大泣き担任の先生にみやちゃんがりょうくん磯川さんのことが好きなんだって泣きついて、そしたらその女の担任が小学生の分際で女の子を振り回してって、なぜかめちゃくちゃこっちに怒ってきて、で母親が学校に呼び出されちゃって、でもうちの母親は峰不二子が乗ってたハーレーのバイクをノーヘルで乗り回してたような不良女だったから、その女の担任に呼び出されて、りょうくんは女の子にだらしなくてみたいなこと言われた瞬間に、ガキのくだらない色恋なんかで呼び出すんじゃないわよって逆ギレして女の担任とうちの母親がめちゃくちゃ仲悪くなるっていうね。それぐらい女ったらしだったんですよ。で小学校3年生4年のクラスはうちね、2年に1回クラス替えがある小学校だったんですけど、磯川さんともみやちゃんとも違うクラスにされてでうち2クラスしかなかったんですよ。1クラス40人で。で小学校3、4年の時は佐藤さんって女の子と、あと名字忘れたけどアグリって女の子に好かれちゃって、そのねアグリって子は
めっちゃブスな女の子で、下駄箱にラブレターが入ってたんですよ、そのアグリっていう子から。でそのラブレター見たんだけど、まあブスだから無視して、で無視してたらまたアグリからラブレターが入ってて、返事くださいって書いてあって、でそれも無視してたらまたラブレターが入ってて、いついつまでに返事くれないと私は自殺します、本気ですって蛍光マーカーで書いてるラブレターもらってで仕方なくもう自殺するって言ってるからね、まだ僕は子供だから誰かと付き合うつもりないんだ、ごめんねって手紙を渡したら、そのアグリに大泣きされてひどい、りょうくんひどいよってもうギャン泣きされて、で小学校5年生の時は人間になりたかった猫って学芸会で準主役の役をやったんですね。それが大受けして上級生の6年の女子に人気になっちゃって、だから休み時間校庭でこう遊んでたら、校舎の6年生の上の階の窓からって自分の本名をこう叫ばれて、かわいい大好きって上級生たちがキャーキャーみたいな。そうそれで小学校5年の時のバレンタインはその6年の女子からもう持ち帰れないレベルでチョコレートをもらってめちゃくちゃチヤホヤされたんすよ。でつまり小学校で女のめんどくさい部分も知って、年上女性からチヤホヤされてこう甘えさせてくれるっていうのも知って、なんかもうその小学校6年間で女のいい部分も悪い部分も全て見た感覚になっちゃったんですよね。その1年2年の時の女の担任の態度とかも含めて。でなんか自分の中で女ってちょっとめんどくさいのかもみたいなのが芽生えて、で中学に上がるじゃん。そしたら中学に上がったぐらいのタイミングでなんかね、女の子への興味が自分の中で薄れてて、で松江くんっていう男の同級生がいたんですけど、クラスメートがいたんですけど、なぜかその松江くんにものすごい目が行くようになっちゃったんですよ。それまで男に目が行くなんてことなかったのに、なんかその松江くんが可愛いなって感じで見てしまう。でその子はね、ザ・ジャニーズにいそうな美青年みたいな感じで、その頃なんか自分は芸能人では KinKiKids の堂本光一のことをかっこいいと思ってたんで、でもやりたいとかそういう感情ではないですよ。単純にイケメンだなみたいな。だその松江くんに対してもなんか恋愛というよりも憧れに近いような感覚でしたね。それで中学校でも完全に男に目覚めることなくそのまま高校に進学して、で入学式の時にこの動画の最初に言った学年主任の山口先生ですよ。もう50歳前後で短髪で眼鏡かけたすごいこわもての先生だったんです。で体格が良くて背が180センチくらいあって、でその先生がもう入学式当日に女子生徒はスカート短くしたら停学、男子生徒は髪が耳にかかるくらい長いと停学だからなってみんなの前で怒鳴ってきて、でうち都立で2000何年とか入学で平成ですよそんな昭和の校則みたいなの出されて何言ってんだよみたいな。で他の生徒たちもざわざわし始めて、山口って先生めちゃくちゃ怖いしなんか時代遅れだよなみたいなさ、髪切んなきゃいけないのかなみたいな感じになってて、でも自分は割とその頃から強気の性格をしていたのでそんなもん無視して普通に髪ちょっと長かったんですけど髪も切らずに学校に通ってたんですよ。したらある時、入学式から1ヶ月2ヶ月経ったぐらいの時に学校の廊下をね歩いてたらね、その山口先生に目をつけられちゃって、りょうお前なんだその髪型舐めてんのかって言ってきてで別に舐めてないですけどってこっちも言うじゃないですか。そしたらさ、なんだその口の利き方はって、舐めてんのかお前はっつって、
もう顔真っ赤にして、その山口先生がブチ切れちゃって、したらさ、髪をこうガシって掴まれて、そのままこう、職員室にこう、連れてかれて連行されちゃって、いててててみたいな、もう昭和のノリですよ。で、職員室に入れられて、その山口先生のデスクにあった、こんなハサミでさ、ジョッキーンって、人の髪をさ、勝手に切りやがってジョキ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 。でも今だったら完全に体罰でアウトですよ。当時でもアウトだったんで。でも職員室の周りの先生が、山口先生やりすぎやりすぎみたいな感じでこう、ざわざわしてて、もうジョキ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 切られちゃって。で、今みたいにもうめっちゃ単発にされちゃって、あっけに取られて、みたいな。今髪切られてるみたいな。もうこんな感じで、もうこれは、軍法会議者だってなって、クラスに戻って、こんな髪型にされたんですけどって、担任とクラスメートに泣きついたんですよ、自分が。山口先生にこんなことされたんですけどみたいな。そしたら、もうクラスメートたちが、山口先生怖えってドン引きしちゃって、で、担任の先生は20代のめちゃくちゃ若い男の先生だったんですよ。で、4月から初めて先生になりましたって人で、でも自分がさ、山口先生に髪ざん切りにされたわけじゃん。そしたらそれを見て担任のその若い先生が震え上がっちゃって、なんか誰も何も山口先生には歯向かってくれなくて、生徒もブルっちゃって、もう自分だけが覚えてるよ山口みたいな、このままじゃ済まさねえぞみたいになっててでも普段山口先生に会うことはないんですよ、学校で。国語とか数学の先生ってわけでもないんで、なかなか山口先生には会えなかったんですけど、そこから1年近く経ったある日、その若い担任の先生が風邪で休んでしまったんです、学校を。それで副担任の山口先生の出番になり、1日うちのクラスの担任の代わりになるっていう日があったんですよ。でも久しぶりの対面ですよ。自分は髪切られた恨みがあったんで、だもう山口先生が担任の役割やってる中、自分はもう足をこう組んで、もうこんな感じで山口かみたいなでこう覚えて、お前は覚えてないかもしんないけどこっちは覚えてんだよってこう睨みつけてでなんか帰りの会までこうやってたら、なんかその日は5教科のテストが一斉に返ってくる日だったんです。でそれでその時の席順でこう答案が返ってくるんですけど、山口先生が担任のね役目をしてたから答案を返すんですけど、自分が一番最後に答案を返される席にいたんですよ、当時。でその副担任の山口先生がね、田中佐藤ってこう名前を呼んで一枚一枚テストの答案を返していくんですけど、一番最後に返すこの点数って多分記憶に残るんですよ。で自分割と頭が良かったんで、国語も数学も歴史も英語も全部90点以上だったんです。で最後に答案を返すときに自分が一番最後だからこう90点また90点以上って多分記憶に残ってて、こいつが割と頭いいっていうのをそこで初めて知ったのか何なのか知らないんですけど、歴史は結構みんな点数が悪かったんですよ、難しい問題が出て。でも自分は歴史マニアなので確か96点とか取ったんですよ。でその前の国語とかも点数良かったわけじゃないですか。それで歴史の答案をこう返すときに96点とかだったから、もうさすがにりょうお前頭いいんだなって言ってきて、普段いかつくて怒ってる顔してる山口先生の顔がめちゃくちゃ笑顔になって、しかも見直したよってところで頭をなでなでしてきたんです。みたいな。りょうお前頭いいんだな、見直したよってやってきたんですよで、この人こんな笑顔になる時あるんだみたいな、その山口先生の笑顔が今思い出してもタイプど真ん中の顔してたんですよ。もう好きなドストライク顔みたいな。で高身長で体格良くていかつくて普段はめっちゃ怖い先生が見直したよって満面の笑みでこう頭を撫でてきて、それやられた時に
もう多分電撃が走ったんですね、今思い返すと。もう完全に芸の目覚めというのかな。もう頭こうなでなでってやられた瞬間にもう確信しちゃったんですよ。あ、自分芸なんだみたいな稲妻が走ったというか、ちょっと松江くんを見た時、中学の時になんで男に目が行くんだろうって自分の中にもやもやしていたものが山口先生に頭撫でられて、山口先生とこのままやりたいって思っちゃったんですだからもう自分はやっぱゲイなんだってそこで確信しちゃったんですよね。でこの話には続きがあって、最後に科学の答案が返ってきたんですよ、5教科目のね。でうちのリスナーさんは知ってると思うんですけど、理科とか科学大嫌いなんですね。なんでこんな役にも立たないことを勉強しないといけないんだろうってレベルで、本当に小学生の頃から興味ないんですよ、理科って。それは高校でも変わらなかったんで、科学の答案が28点だったんですそこで山口先生が28点の答案を自分に渡すときにずっこけるパフォーマンスをしたんですよ。お前みたいなお前ずっと90点台で4教科来てて最後28点ってみたいな、お前ほんと変わったやつだなって笑顔で言われて、それに対して自分はやっぱ髪切られた恨みとかはあるから、別にあなたに関係ないじゃないですか、28点だから何が問題なんですかみたいな態度しててでも内心ちょっとドキドキドキみたいなね。それからなぜか山口先生が絡んでくるようになったんですよ、自分に。廊下歩いてたらギョーって寄ってきて、お前パソコン扱えるんだってな、ちょっと職員室来てこれ手伝ってくれよとか、りょう今日はありがとうな、はいこれって 500ml のビタミン数マッチのペットボトルくれたりとか、なんか山口先生が自分のことを頼ってきたりするようになって、そういう関係が長く続いたんです。別に自分のプライベートのことを喋ったり、なんか学校外で会ったりみたいな、そういうことはしてないですよ。あくまで学校内で会話する相手みたいな感じで。で山口先生は当時50歳くらいだったんですけど、独身だったんです。当時としては教員で独身ってすごく珍しかったんですよ。うちの担任の若い先生と山口先生以外は全員既婚者だったんで、うちの高校。それで自分が高校2年の夏休みが終わって2学期になった時に、秋にマラソン大会があるんですよ。その練習で校庭に出てたら、なぜか山口先生も校庭にいて、でタンクトップ着てたんですよ。なんか夏休みにバカンスに行ったみたいで、それで日焼けしてたんです。半袖をずっとそのバカンス先で着てたみたいで、でその日焼けしてる部分と白い肌がこうくっきりこう境目がタンクトップだからこう腕とかに出てて、そしたらなんか山口先生がこう自分の手をこう握ってきて、ほら触ってみろっつって山口先生の太い二の腕を触らされて、でほらここめっちゃ熱持ってるだろ、日焼けしてる部分のあれで腕が熱いんだよみたいなね。このなんか日焼けしてるところの腕が熱かったんですよ。で日焼けしてない肩とかもこう触らされて、ほらここは熱くないだろってやられて、でその時山口先生が着てたタンクトップが薄い生地で、こう厚い胸板からこう乳首がこう浮き出てたんです。そしたら山口先生がこう胸板をこうさすりながら、俺胸毛は生えてないぜって言ってきてなんかね、そのね一連のやり取りがめちゃくちゃエッチだったんですよ。なんかやらしくないですか、二の腕をこう触らされて乳首が浮き出たタンクトップをこうさすって、俺あれだぜ、胸毛は生えてないぜみたいなこと言ってきてなんかエッチじゃないですか。でなんかその後も教室で山口先生と一緒に掃除をしている時に、りょうお前 AV とか見たりすんのって聞かれて、で
先生は見るんですかってこう聞き返したら、俺は独身だからそれ見てハーハーしてるよって言ってきてなんだよハーハーしてるって今思うとね、なんだハーハーしてるって感じですけど、まあそんなやりとりしたりとかもあって、あと山口先生はプロレスが大好きで、なんかプロレスのビデオテープを渡されて、リオこれ見てほしいって、めっちゃいい試合だからっつって、自分プロレス全然興味ないのになぜかプロレス見ろって言われて、でその渡されたビデオテープを家で見たんですけど、まあ全然何も感動しなくてでそのビデオを山口先生に返す時に、いや見たけどやっぱ自分はプロレスそんなにって言ったら、山口先生がなんでだよ、プロレスいいだろ、男同士が裸でやり合うのたまんねえだろって言ってきて、これはなんか誘われてるのか、単純にプロレスファンなのか何なのかよくわからなかったんですけど、まあでもそれを最後に結局山口先生は自分が高校2年までで3年になった時に違う学年の担任になっちゃったんですよ、山口先生が。いやもう山口先生と会う機会もなくなっちゃうなみたいな感じになっちゃって、でも全然もうクラスっていうか会が違うから関わりもなくなっちゃって、だからあと1年あったら、まあ向こうがゲイかどうかは分からなかったけど、なんか自分からアプローチをしてたかもなーって思います。自分ゲイなんですって山口先生に告白してたら、どんな反応返ってきたかなみたいな。俺は女が好きだからお前みたいなゲイの気持ち分からんって言われたら、まあそうだよなってなってたと思うし、実は俺もゲイだよって言われたらどんな人生になってたかなみたいな。そんな返しされたらもう付き合っちゃいますよね。山口先生とね。もう25年近く前の話なんで、山口先生もだから80近い年齢になってますよね。もう死んでるかもしれないですよね。でもなんか脈があったような、からかわれてただけのような、真相はもう今となっては誰もわからないんですけど、ただ一つ言えるのは、山口先生が自分の芸の目覚めだった。叶うことはなかったけど、あの先生がいなかったらもしかしたら芸に目覚めない人生を送っていた可能性もあるのかなって感じですかね。多分今でも年上の人が好きなのは、どこか山口先生の影を探しているからなのかもしれないですね。いない人の影を追いかけているのかもしれないです。